こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は普段の調味料を混ぜただけのおつゆで美味しいおでんを作ります。大根とじゃがいもは下茹でをしたいので、最初に皮を剥いていきたいと思います。大根は下茹でするのでね、厚くても大丈夫なので、ちょっと厚めですね。2センチから5センチぐらいに切っていきます。輪切りにしたらこれの皮を剥きます。こんな感じですね。本当はこの面取りとかもした方が煮崩れが少なくていいんですけど、お家で食べるものなのでそこまでしないで、このまま皮を剥いただけで下茹でしたいと思います。で、皮を剥いた大根は下茹でするお鍋にそのまま入れてしまいます。次はじゃがいもですね。じゃがいもも皮を剥きます。こんな感じで剥けましたね。包丁で剥くのが面倒な人はピーラーで剥いても全然大丈夫ですよ。で、じゃがいもも一緒に下茹でしちゃうので、このままお鍋に入れます。今日はご覧いただいているようにちっちゃめのじゃがいもなので丸のまま茹でるんですけど、もっと大きいじゃがいもだったら皮を剥いて半分に切ったりするといいと思いますね。はい、これで全部の野菜が剥けました。では下茹でをします。お鍋の大きさにもよるんですけれども、たっぷりのお水で茹でるようにします。この茹でたお湯は後ほど使うので、これだけたくさんの量にしました。このまま完全に火が通るまで加熱していきます。次にゆで卵を準備します。フライパンでもお鍋でもいいんですが、そこから約1センチぐらいのところまでお水を入れてよく沸騰させてください。で、ここに卵を入れていくんですが、一旦火を止めますね。熱湯なのでやけどに注意しながら、卵を優しく入れてあげてくださいね。こういうふうにトングとか使うといいと思いますよ。ではこれで再度火にかけて、蓋をして5分間茹でていきます。お湯が少ないと思われるかもしれないんですが、蒸されて蒸気の状態でしっかりと加熱されていきますので、これぐらいのお水で十分なんですね。ただ火があんまり強すぎると蒸発しちゃうので、ちょっと中火にしますね。で、この状態で沸騰した状態で、5分間加熱していきます。で、このように蓋は必ず閉めてくださいね。このやり方でゆで卵を作るとお水をたくさん沸かす無駄な時間がなくなるんですね。このやり方はとてもいいと思いますね。5分経ったので火を消します。このままプラス5分間蓋をしたままの状態で蒸らしていきます。5分加熱して5分蒸らすと、ちょうど黄身に7、8割の火が通った状態のゆで卵が出来上がります。大根とじゃがいもを茹でている間に具材の準備をします。今日はちょっと切るのはこのちくわぶだけでいいと思いますね。あとお好みでちくわなんかを入れる方はちくわも切った方がいいと思いますよ。斜めに切るのもありなんですが、私はだいたいこうやってこんな感じで長く切るのが好きなので長く切ってるんですね。じゃあ半分長く切って半分は斜めに切ってみますね。こんな感じで2種類に切り分けました。これらの具材は油抜きをしてから煮込んでいこうと思います。大根とじゃがいもがよく煮えました。ちょっと刺してみますね。もうシューッと何の抵抗もなくこうやってお箸が通りました。これくらいまで煮えていれば十分です。ではこの大根とじゃがいもを茹でていたお湯を使ってこの揚げ物の油抜きをしようと思います。この揚げ物をボウルの方に移しますね。
なのでちくわぶとかいわしのつみれとか小結び白滝っていうんですかね、こういうのは油抜きしなくて大丈夫なんですよ。なぜ、手間がかかるのにこうやって油抜きをするかっていうと、揚げ物って、工場で作ってますよね。そこで揚げてるんですけれども、どうしてもご家庭に届くまでに日にちがかかるので、この揚げた油が結構劣化してるというか酸化してるというか、あんまり美味しくなくなっちゃうんですよね。ですのでその古い油を取って、だしで美味しく煮込むっていう意味で、こうやって私は一手間かかるんですけど油抜きをするようにしてますね。ではここにお湯を入れるんですが、中に混じっちゃわないようにざるで受けますね。皆さん見えますか？これちょっと油が結構浮いてるんですよね。でこの油がお出汁の味を邪魔したりするので、こうやって油抜きをするんですよ。これは表面の油さえ落ちればいいので、お湯を通したらもうすぐにこうやって捨てちゃっていいんですよ。今日は皆さんに見えやすいようにこのテーブルの上でやったんですけれども、皆さんは普通にシンクでお湯は流してやっていただければ大丈夫ですよ。では具材を煮ていくお出汁を用意します。私は今日お水を 700cc 入れてるんですが、お鍋にもよると思うので大体の目安としてください。でこちらに調味料を入れます。酒、みりん、お醤油、塩、あと顆粒だしですね、かつおだしを入れます。でこれで火にかけて一旦沸騰させます。で私は今日土鍋を使ってるんですが、お鍋はお好きなもの、ご家庭にあるもので何でもいいと思いますよ。だしが沸騰してきたので一旦火を止めます。でこの状態で具材を入れていきますね。白滝とか大根とか、あとはじゃがいもとか、味が染みた方が美味しいようなものは割と下に入れた方がいいと思いますね。あとですね、私イワシのつみれを必ず入れるんですけど、ものすごくいい出汁が出るので、これも最初の方に入れてしまいます。こんな感じで味の染みにくいものを先に入れて、その上にさつま揚げなどの練り物をのせるようにしてください。はい、これで具材が全部入りました。具材を入れて出汁がだいたいこの辺りなんですね。で、具材全部が浸かるほどは出汁が入ってないんですけど、火をつけて加熱することによって沸いてくるので、これでしっかり煮えますし、あったかくもなるので、これで大丈夫なんですよ。では火をつけますね。中火でいいと思います。でこれで10分ほど加熱していきます。蓋はこんな感じでちょっとだけずらして吹きこぼれしないようにして煮ていきます。10分経ったので火を止めました。美味しそうに出来上がりましたね。これで完成です。いただきます。美味しそう。ということで完成したおでんを食べてみます。おでんのレシピを検索すると、昆布や鰹節でだし汁を作ってそれで具材を煮ましょうというレシピが多いのですが、そもそもさつま揚げなどから魚介の旨味がしっかり出るので、丁寧にお出汁を作らなくてもいいんですよね。家にある調味料をお湯に溶かしてそれで具材を煮るだけと思えばとっても気楽ですよね。他にもちくわや餅巾着、ソーセージなんかを入れるのも美味しいです。ぜひお好みの具材を入れて作ってみてくださいね。あとちょっとしたことなのですが、チューブのからしに少量の水を混ぜてこのように緩くしておくとおでんにつけやすいのでおすすめですよ。あとご飯はほうじ茶で炊いて茶飯にしています。おでんによく合うので茶飯を炊くのもおすすめです。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。